突然ですが、冬鳥という言葉をご存知でしょうか。冬になると日本各地に越冬のためにやってくるたくさんの野鳥たちが広く冬鳥と呼ばれています。今回はそんな冬鳥の中の一つ、ヒワの名を冠した色名、ヒワ色を深掘りしていきます。この色は金城天皇のご即位のお祝いに伴う一般参賀の際、皇后雅子さまが着用されたドレスの色として、日本の歴史的な大きな節目、新たな時代の幕開けを飾った色でもあります。この動画をご覧いただければ、この特別な色、ヒワ色の歴史や背景について理解を深めることができます。動画の最後には、ヒワ色と相性の良い配色もご紹介いたしますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。皆様こんにちは。シェイズオブ日本です。このチャンネルでは日本の美しい伝統色を一色ずつ取り上げ、ゆっくり丁寧にご紹介しております。本日ご紹介するのは伝統色の中では比較的少ない動物由来、鳥類からその名がついている伝統色、ヒワ色です。緑系の色ということで、僕ずんだもんがご案内いたします。ヒワ色を通してきっとあなたもまだ知らない日本文化の魅力に出会えるはずです。この色の奥深い世界を一緒に探ってまいりましょう。ヒワ色、JISの慣用式名では強い黄緑、他にも黄身の鮮やかな黄緑、黄身の強い明るい萌黄色など様々な表現があります。限りなく黄色に近い黄緑色であり、人によっては黄色だと表現するほど輝くようなトーンが特徴です。この色はヒワという小鳥の羽毛の色に由来しています。ヒワ色の由来はスズメ目アトリ科に属する小鳥、ヒワ、特にマヒワの羽の色を模したものです。マヒワは全長約12から13センチメートルとスズメよりも一回り小さい可愛らしい鳥であり、主にユーラシア大陸北部などで繁殖し、晩秋から初冬にかけて越冬のために日本に渡ってくる冬鳥として知られています。古来より日本の人々に冬の使者として季節の移り変わりを告げてきました。俳句の世界においてもヒワは晩秋を表す季語となっております。現代俳句の世界から一例を挙げますと、医師であり俳人の堀口清民の俳句の中に「朝寒の空一吐きにヒワの群れ」という句があります。冷え込む朝の寒空にハケで一本線のように塗ったかのような帯状になってヒワの群れが飛んでいる情景が私たちにもありありと感じられる一句です。オスのマヒワは頭頂部が黒く、顔や胸部、腰などが濃く鮮やかな緑みの黄色の羽毛に覆われており、この緑がかった黄色い羽の光沢色がヒワ色のモデルとなりました。一方、メスは黄色みが薄く、体側に黒褐色の重斑が目立つやや地味な色合いをしています。マヒワは繁殖期以外は数十羽の群れで行動する習性があり、冬枯れの木の枝に群れをなして鈴なりに止まっている光景はまるでヒワ色の花が咲いているように見えるのだそうです。このヒワという名前は古語のヒワカシ、細くたおやかな様から転じたとされます。ヒワは漢名では金糸雀と呼ばれ、金色の羽を持つスズメという意味を持ち、その光沢ある羽色にちなんだ名が付けられていますが、これに対しは姪のヒワはその姿形や羽の色がひわやか、弱々しい様であることから名付けられたとされています。またマヒワは鳴き声が良いことから飼育されることも珍しくなかったそうですが、飼育するとすぐに亡くなってしまうことから弱い鳥という意味を含むこの名がついたという説もあります。ヒワの名は平安時代の古典文学にもその名が出ていることから、
平安時代にはすでにその鳥の存在と美しさが人々の感性に響き愛されていたことがわかります。平安時代中期に書かれた枕草子の第41弾「鳥は」という好ましい鳥について言及した段にも秘話が出てきます。鳥はことどころのものなれど、おうむ意図哀れなり、人の言うらんことをまねぶらむよ。ホトトギス、クイナ、シギ、ミヤコドリ、ヒワ、ヒタキ。冒頭には異国のものではあるけれど、人の言ったことを真似するらしいとのことでオウムの名が上がり、その後ホトトギス、クイナ、シギ、ミヤコドリ、そしてヒワと続き、ヒワの名が明確に挙げられています。しかしながら式名としてのヒワという言葉はこの時代ではまだ見かけられません。式名としてヒワの名を確認できる最初の書物は鎌倉時代の保域です。保域とは斎藤助成によって永仁3年1295年あたりに編纂されたとされる、主に装束や複製について記した有則古実書であります。その中の仮絹について言及する箇所に他の式名や重ねの色目などに混ざって秘話の式名も確認できます。秘話色は中世を超えて江戸時代に大流行しました。室町中期から安土桃山時代にかけて武家や庶民の間で流行した染め物辻ヶ花にもこの秘話色が用いられていました。また秘話色は公家の女性たちから御殿女中、武家や庶民の女性たちと身分を問わず流行し愛された色のようです。国立博物館には江戸時代の公家や武家の女性たちが着用した秘話色の着物が所蔵されておりますので、少しご紹介します。1着目、18世紀の公家の女性の打ち掛け秘話色ちりめんじ桜風景模様。国立博物館の説明によると、江戸時代になると宮中で生活する女性たちも普段着に小袖を着用するようになったとのこと。たなびく雲に春の訪れを告げるツバメ、桜、春草などの衣装は公家文化の中で好まれた模様であり、渡した糸の浮きが大きい柔らかな風合いの総刺繍が公家女性の小袖の特色とのことです。2着目、19世紀の公家の女児の振袖秘話色ちりめんじ桜藤菊を長取り模様。小立ちという 3,4 歳ぐらいまでの子供の着物の立ち方をした子供用の振袖秘話色に染めたちりめんじに桜、藤、菊といった四季折々の花やお長鳥を丸紋に衣装化した模様を刺繍や白く染め抜いた白上がりという技法で表す四季の草花を折枝状に表し散らした模様は公家女性が着用した江戸時代後期の様式とのことです。3着目、19世紀の武家の女性の振袖秘話色ちりめんじ桜秋草基調模様。日本人が古来よりめでる桜と秋草による王朝風の風景模様は近代以降御所時と称され、江戸時代後期における武家女性が好んだデザインです。桜咲く御の秋に檜扇が置かれた模様は源氏物語の花の縁を主題とし、光源氏がおぼろ月夜の君と取り交わした扇を表しているとのことです。松井宏恵さんの研究論文昭憲皇太后の最初の国産洋装大礼服には、明治天皇の皇后であられた昭憲皇太后様が皇太子後の大正天皇の婚儀にご出席の際に着用する礼服として秘話色のビロードの大礼服マントードクールをご調整されたとの記載があり、皇后の洋装の大礼服の色にもこの秘話色が採用された事実があったことがわかります。ではこの鮮やかで複雑な秘話色は当時の職人たちによってどのように作り出されたのでしょうか。秘話色は天然染料による重ね染めの高度な技法によって作られました。長崎正規著日本の伝統色には染物秘伝寛政9年1797年に秘話色下を木肌にて染め、その上を浅木に染めるべしとの記述があります。木肌やカリヤスといった植物染料を使い、まず布を濃い黄色に染めます。そこにさらに薄い藍の染料を重ねて染めることで黄みがかった美しい黄緑色、すなわち秘話色が生まれます。緑系の色を染めるにはこの木肌やカリヤスの黄色に
藍の青を染め重ねるという方式が一般的とされています。黄色の上に染め重ねる藍の濃さによって緑色の濃さが変わることから、その濃さによってそれぞれ色名が与えられています。ひわ色よりも藍が濃くなるとひわもえぎとなります。ひわもえぎよりもさらに藍が濃くなると若木の葉の色のようなみずみずしいもえぎ色となります。またひわ色をくすませる濁らせるとひわ茶と呼ばれる色になります。さらに同じくひわの名前がつく色名で紅ひわと呼ばれる色もあります。この色はひわの仲間である紅ひわという鳥の頭頂部の色に由来し、やや紫がかった紅色を指します。同じひわの仲間でありながら全く異なる赤系統の色名が生まれているのも面白い点です。冒頭でも少しお話ししましたが、このひわ色という色が現代において話題になったのは令和元年2019年5月、金城天皇のご即位のお祝いに伴う一般参賀の際、皇后雅子さまがひわ色のローブモンタンとお召しになられたことでした。光の当たり具合によっては黄色く見えたため黄色と報道するメディアもありましたが、宮内庁からはひわ色との公式発表がなされており、その聞き慣れない色名とも相まってさらに話題となりました。平成から令和へと移行する歴史的にも大きな節目において採用されたこの華やかな色は日本の新たな時代の幕開けを飾りました。ひわという鳥は一夫一夫制、つがいであることから天皇陛下をお慕いし一生添い遂げますという思いをひわ色のドレスをまとうことでしなやかにけれど力強くその心の内を表現なさったといいますか、言葉にはせずともローブモンタントのひわ色が雄弁に語りかけてくれているように感じられました。この色はビビッドでありつつも上品な華やかさがあるとても美しい色であり、私たちも令和の時代にぜひ活用したい色であると思います。ここではひわ色と相性の良い配色を2つご紹介します。洋画家和田三蔵が編纂した配色辞典にはひわ色を使った配色が紹介されています。そこに記載された CMYK 値をもとにヘックス値を算出し、コンピューター画面上で再現してみました。動画内のヘックス値はあくまでも参考値としてご覧ください。1つ目は柿つばた色との配色です。色相関において反対に位置する色の組み合わせであり、色相のコントラスト配色となります。この2色を用いたグラフィックとファッションのイメージを AI に作成してもらいました。どうぞご覧ください。2つ目は勝ち色、カナリア色、花色との配色です。黄色から黄緑を経て青までの色相のグラデーションであると同時に明度もだんだん下がっていくという配色です。この4色を用いたグラフィックとファッションのイメージを引き続きご覧ください。いかがでしたでしょうか。ひわ色、それは単なる美しい色ではありません。鎌倉時代の武士の礼服から王朝文化、庶民の流行、そして現代の皇室の装いまで、小さな冬の使者であるひわの羽の色は時代を超えて日本の文化と人々の生活を彩り続けてきました。その華やかさと品格、そして生命力に満ちたひわ色は天然の色彩を目でそれを再現しようとした日本人の繊細な美意識と技術の結晶と言えるでしょう。ぜひ皆さんもこのひわ色の輝きを日々の暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。このチャンネルではこれからも様々な日本の伝統色を深く掘り下げご紹介してまいります。本日の動画をお楽しみいただけましたらぜひいいねやチャンネル登録をお願いいたします。また次の動画がアップされたことがすぐにわかりますようにベルマーク通知の設定をオンにしてお待ちくださいませ。取り上げてほしい伝統色や
色にまつわるエピソードがありましたら、ぜひコメントで教えてください。ファッション、デザイン、ウェブなど、皆様が日々の暮らしの中で色彩に触れる際のほんのわずかでも一助となれましたら、この上ない幸せです。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。